皆さんこんにちは。今回は宮城県東方温泉にある温泉山荘大根の花をご紹介します。東方温泉は宮城県の蔵王連峰登録に広がる温泉街で、開湯は約400年前とされています。大根の花は宮城県でオールインクルーシブ温泉リゾートを展開している一の坊グループの宿で、全18室のうち14室が露天風呂付きという贅沢宿です。今回は露天風呂付き客室杉に宿泊しました。さらに大浴場とすべての貸し切り風呂一部客室を追加で撮影させていただきました。この動画では満足度の高いオールインクルーシブサービスを中心に大根の花の詳細を解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。さて、このチャンネルは私が実際に宿泊した宿について、館内全体からチェックイン、お部屋、お風呂、食事、イベントまで臨場感のある動画を目指しています。特に温泉についてはなるべく実際に入浴してお湯をご紹介するようにしています。一通り見てもらえば宿の全体がわかるようにしていますので、皆さんのホテル選びの参考にしてもらえると嬉しいです。大根の花に到着しました。大根の花の概要をご紹介します。温泉山荘大根の花は創業2003年、約1万坪の森に佇むすべて離れの18室の比較的新しい宿となっています。コンセプトはこの居心地がちょうどいい。大根の花という名前にはゆっくりと自然に触れて満喫してもらいたいという意味があるようです。自然散策のためのレンタル自転車がありました。こちらが母屋ですね。フロントとその前にはセレクトショップミッケーがあります。上が吹き抜けでとても開放的なロビーになってます。こちらの上に見える太い梁は山形から取り寄せた樹齢約180年の金山杉という一本杉とのことです。こんな感じで地元蔵王の特産品やこけし、工芸品などいろいろ売られていました。こちらのショップはオンライン販売もしているそうですよ。いろんな商品があるんで見てるだけで楽しめますよね。母屋の奥にこんな感じでくつろげるスペースがありました。この時はひな祭りの前だったんでひな壇が飾られていました。こちらの手前のいろりでは夕方玉こんにゃくが振る舞われていました。こちらにはミニライブラリーがありました。こちらのカウンターでは夕食と朝食の時デザートが振る舞われていました。チェックインです。お名前とお電話番号、ご住所、お間違いはございませんでしょうか。はい、では館内について簡単にご説明させていただきます。今いらっしゃいますのが一番下の大きな建物、母屋でございます。母屋から隣にですね、ダイニングこの字がございまして、ご夕食、ご朝食はこちらの会場でご用意しております。お時間ですが、ご夕食は5時半から6時半の間のご入場をお願いいたします。明日の朝ご朝食も8時半から9時15分この時間内にお願いいたします。母屋に奥にいろりがあるんですけれども、本日4時から5時の1時間限定で玉こんにゃくを振る舞っておりますので、ぜひお越しくださいませ。母屋からは奥右と左2カ所の出入り口がございます。どちらから出ても館内はぐるっと一周できる回り廊下の作りでございまして、まず出てすぐございますところにどんぐりコテージ、こちら1階に溶岩浴、いわゆる岩盤浴がございます。
の先に進みますと、湯上がりどころの小鳥サロン、コーヒーやアイスキャンディーなどご自由にお召し上がりいただけます。そしてその向かい側には大風呂の銀ヤンマ、24時間入れるお風呂でございます。大風呂以外に4カ所貸し切り露天風呂がございます。貸し切りですがご予約は不要で、空いていればすぐにお入りいただけます。お風呂もラウンジも後でたっぷりご紹介します。お部屋をご紹介します。大根の花の客室は18室、いずれもレイアウトが異なるこだわりの仕様になっています。はい、今回のお部屋はこちらの杉というお部屋になってます。鍵はね、こんな感じのキーホルダー付きの鍵になってます。そしてこちらが玄関ですね。小さい盆栽がね飾られてます。ではお部屋に入ってみます。お部屋はこんな感じになってますね。まずはね、外に露天風呂があるんですけれども、そちらまでテラスの方まで行っちゃいましょう。そしてテラスは中から見るとこんな感じです。でこちらがね、杉というお部屋の露天風呂ということになりますね。お部屋の露天風呂としてはね、非常に大きさもあって結構深めなんですけれども、石でできた露天風呂で、こちら側にはね枕木のような木があって、ゆったりとねくつろげそうな、そんな感じのお風呂になってますよね。大人2人がねこんな感じでこう木の枕に並んで、そして森の景色をこんな感じで見ながら入るというのができそうな、とてもいい雰囲気の露天風呂になってますよね。源泉はねこちらから出てまして、湯温がねもともとかなり熱いので加水はされてるみたいですけれども、ろ過消毒はされてなくて、ほぼ源泉かけ流しということになってます。お湯はね pH7.0 のナトリウム、塩化物、炭酸水素、硫酸塩泉となかなか長い名前のねお湯になってますけれども、基本的には無色透明でね、匂いもしないような、そんな感じのお湯になってますね。本当お部屋のね露天風呂としてはかなり素晴らしいんじゃないかなというふうに思いますね。こちらはね後で入ってみたいと思いますので。そしてこちらにこんな感じでテラスがあるんですね。で実はねこちらのお部屋、この奥の方にねもう一つお部屋がありまして、これは今後でお見せしますね。全体を見てみますとこんな感じになってます。そして改めて窓側からお部屋を見てみます。この手前側にはテーブルとね、それから座り心地の良さそうなソファーがありますね。あとこちらにはねオットマン付きのチェアがあります。そしてベッド、こんな感じになってまして、上を見てみますと天井がね張られてなくて、もう上の方までこの梁が見えてるんですよね。こちらの杉は樹齢180年の杉から取った梁ということで、非常に価値のある杉ということになってます。そしてベッドですけれども、セミダブルサイズのねベッドがありまして、こちらのマットレスはシモンズのマットレスということで、非常に寝心地は良さそうですよね。このベッドの土台とかですね、こういった荷物置きとか、こういったものは全て創業当時の大工さんが作ってくれた手作りの木工家具ということですね。なかなかこれはね味があっていいなというふうに思いますね。そして実はですね、この奥の方にお部屋がもう一つあるんですね。こちら文月と書かれてますけれども、こんな感じのね、こう一見茶室のようなそんな感じのお部屋があります。でこちらはねもう完全に和室、雰囲気的には完全に和室の雰囲気になってますよね。壁にはこんな感じで和紙が使われてて、
下には琉球畳が、4畳半程度の広さになってまして、でこちらにはね床の間のようなスペースがあって、そしてこちらは机のようになってて、書斎のようなそんな使い方ができるような、ワーケーションもできるようなそんな感じのスペースになってますよね。でこちらからは外が見えるということになってます。そしてこちらはミニバーのようになってます。冷蔵庫ですけれどもオールインクルーシブということで、なんとこちらの冷蔵庫の飲み物すべて無料ということになってます。ビールですね、それからこちらはスパークリングワインとかね、あとはソフトドリンクなんかもありますね。これが無料は嬉しいですよね。それからこちらの棚にはこういったコーヒーバッグ2種類あって、でどちらもねこちらに大根の花というふうに書かれてます。それからねお茶のティーバッグもこちらに大根の花と書かれてますね。それからお菓子なんかもねあります。こちらももちろんねいただくことができます。そして小さめのねテレビがありました。あとはねこちらに書いてますけれども、オールインクルーシブルームサービスドリンクメニューということで、なんとこちらのねビールとかスパークリングワイン、この辺りも無料でですねお部屋に持ってきてくれるというサービスがあります。これは素晴らしいですよね。そしてちょっと大根の花に関して説明をしておきます。こちらの大根の花はですね全部で18部屋18室しかないんですね。それで宮城県の一の坊グループの一つで、基本的にはサービスは全てオールインクルーシブですので、冷蔵庫のね飲み物はもちろんですね、それからお部屋に飲み物をサービスしてくれたり、あとはこちらの母屋とかですね、それからどんぐりコテージではビールのサービスがありますし、小鳥サロンでもドリンクがたくさん置いてあるんですけれども、そちらも全て無料ということになってます。食事に関しては素泊まりのプランというのもあって、必ずしも食事をつけなくてもね大丈夫なんですけれども、その場合でもオールインクルーシブのサービスは受けることができるということになってます。それからですね、こちらの貸切風呂が4つありまして、この貸切風呂も無料で空いていれば入ることができるということで、こちらに関しては全て入るのもねなかなか大変かもしれませんので、今回のね動画でね全て撮影をさせてもらいましたので、そこから選んでもらうというのもいいかもしれませんね。それからこちらの大風呂銀ヤンマ、こちらは大浴場ということになってますけれども、こちらについてもね撮影をさせてもらいましたので、こちらも後でご紹介したいと思います。でお部屋が全部でね18室あるんですけれども、こんな感じで通路でつながってまして、結構どの部屋も離れのような感じになってます。2つこんな感じでこう近いところにあるところもあるんですが、基本的には完全に仕切りで分かれてますので、ほぼ全部のお部屋が離れの18室あるという感じになってますね。あとはねお部屋で Wi-Fi が使えます。 Wi-Fi のスピードは 160Mbps なんで、かなり速いですよね。そしてこちらは洗面のスペースということになります。洗面はこんな感じになってますね。今大根の花ではですね順次リニューアル中ということで、こちらのねお部屋に関しては洗面が新しくなっているということですので、ちょっと見てみたいと思いますが、こんな感じでシンクが2つあって、ドライヤーはねダイソンのドライヤーが使われてますね。アメニティはこんな感じの、シンプルな感じの歯ブラシと櫛と綿棒コットンセットという感じになってます。それからこちらはですね北陸総水というブランドのねクレンジングクリームとかウォッシングフォームとかそういうのがサービスになってますね。で下にはタオルが置いてあります。あとはこちら、ホットハンガーといいますか、タオルを温めてくれるハンガーがあります。それからこちらにねかなり開放的なんですけれどもトイレがありました。トイレに関しては通常のウォッシュレット付きのトイレということになってます。こちらにはね、下に浴衣ですね、それからこちらねパジャマみたいな感じの服になってまして、大根の花と刺繍がしっかりされてますよね。あとは足袋ですね。
それからフェイスタオルとバスタオルが置いてあって、上の方にはねジンバ織りと、あとこちらはねフリースのような、暖かい外に着て歩けるようなそういう感じの上着ですけれども、こちらにも大根の花という刺繍がされてます。それから下にはね床子が用意されてますね。あとはこちら、外にね、外の露天風呂につながるスペースですけれども、そこにはシャワールームがあります。そしてシャンプーに関してはプロビンシアっていうんでしょうかね、ホテルで使われているようなそういうタイプのシャンプーになってますね。こちらから露天風呂に行くこともできるということになってます。ということで、大根の花の杉というお部屋でしたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、それではちょっと寒いんですけれども入ってみたいと思います。いやー、これはね最高ですね。お湯加減がねちょうど良くなってて、多分夏なんかだとねちょっと水を入れなくちゃいけないのかもしれませんが、今外がね寒いせいでちょうどいい感じの湯加減でしたね。そしてね、なんといってもこの景色ですよ。上がねこんな感じで完全に開放されてますから、もう本当の露天風呂なんですよね。いやー、これは最高ですね。今はね雪見風呂になってますけれども、もう本当素晴らしいですよね。こちらのね枕木のような、ここにちょっと段差があってね半身浴もできそうな感じになってますので、こちらにちょっと寄りかかって、それでこちらの林の景色を見ると、お部屋にねこれほど開放的な露天風呂のある宿っていうのはあまりないんじゃないかなというふうに思いますね。で、お風呂もね結構広いんですよね。こんな感じで、もう一人だとかなり余裕があって、大人2人以上はね入りそうな、それぐらいの湯船になってます。お湯はね中性の塩化物炭酸水素硫酸塩泉ということで、無色透明でね無臭ですね。こう触った感じもツルツルするとかそういうことはなくて、入りやすいようなそんな感じのお湯になってますね。ちょっとね緑が見える時期はねどんな感じなのか、それもちょっと見てみたい感じはしますけれどもね。冬は冬で悪くないのかなというふうに思いますね。宿のご厚意で空いているお部屋も見学させてもらいましたので、少しだけご紹介します。まずは半露天風呂付き爪草。こちらは広さが54平米あり、和室2間と広縁のお部屋になってます。ベッドは同様にシモンズ製のセミダブルサイズ。やはり木を使っていて、こんな感じの和の雰囲気が素晴らしいですよね。書斎もありましたね。上はやはりこんな感じの杉の太い梁が使われています。こちらの広いデッキと、それから奥にブランコがあるのが特徴です。大根の花のお部屋では唯一半露天風呂付きとなっています。寒い時期はあえてこちらを選ぶのもいいかもしれませんね。もう一つおぼろ月をご紹介します。こちらは全面畳敷きになってまして、広さは約53平米。やはり書斎がありましたね。寝室は広く小上がりのようなスペースがあり、ベッドはやはりシモンズ製です。テラスはこんな感じでめちゃくちゃ開放的です。まさに森林の中のテラスになってました。お風呂も森の中の露天風呂になっていて、開放感最高でした。広い廊下を一周してみましょう。大根の花の施設はすべて屋根付きの廊下でつながれており、すべて大工さんの手作りです。自然そのままを楽しんでもらいたいということで、重機は使用せず、川や樹木にはなるべく手を加えず、そのままの地形を残して建てられた宿となっています。
お部屋はもちろん貸し切り風呂や大浴場、そして廊下からも山、川、林の自然の景色を楽しむことができます。こちらは散歩道になってました。ちょっと雪が多くてね、分かりにくいんですけれども、こちらに星見台というのがありましたよ。晴れた日は満天の星空が見えるそうですよ。大根の花にはラウンジが2つありますが、まずは母屋から出てすぐのところにある小鳥サロンをご紹介します。右側には大風呂がありますので、湯上がりどころとしても利用しやすいラウンジとなっています。こちらが小鳥サロンです。森林に向かって椅子とテーブルが配置されており、自然を目の前に感じられるラウンジになっています。手前にあるお皿には朝になるとリスや小鳥がひまわりの種を食べに来ます。椅子やテーブルの他に奥の方には畳の小上がりがありました。屋根は同様に吹き抜けになってます。こちらのテーブルで森林の景色や小動物を描いてみるのもいいかもしれませんね。スナック菓子やドリンクもいろいろありました。アイスキャンディーやカップアイスもたくさんありましたよ。こちらはマカロンをアレンジしたスイーツ。ホットコーヒーの他にコールドクレーマーというアイスコーヒーもありました。小鳥サロンの少し奥には森の溶岩浴どんぐりコテージがあります。こちらでは3時から5時の限定で生ビールがサービスされています。溶岩浴とは地元で採取された溶岩石を敷き詰めたお部屋での岩盤浴です。大きな吹き抜けのコテージになっており、窓の外にはミズナラの木の下に広がるテラスがあります。木の香り漂うラウンジで、奥には薪ストーブの柔らかな炎が灯っています。溶岩浴に入ってみます。こちらが溶岩浴のお部屋です。蒸気が出てますね。こちらは寄りかかったり下に座ったりして遠赤外線効果で体を温めると。ティーや水も用意されてました。3時から5時のハッピーアワーには嬉しい生ビールがいただけます。大浴場をご紹介します。大根の花には大浴場が1つと貸し切り風呂が4つあります。まずは大風呂の男湯をご紹介します。こちらが男性の脱衣スペースになってますね。全体がね、木造りになってて木のぬくもりがありますよね。でこちらは洗面です。洗面はシンプルな感じになってますね。お部屋も全部で18部屋だけですので、広さもこれぐらいあれば十分ですよね。こちらが男性の大風呂の内湯です。湯船は十分な広さですよね。で石造りになってて上に木が縁取られていました。洗い場もここでは3つありましたね。奥のガラスから外の景色が見えて、
こんな感じで窓を開けると半露天のような感じになりました。お湯はお部屋のお風呂と同様の無色透明でしたが、大浴場は加水ろ過消毒がされています。こちらは男性大風呂露天風呂です。こんな感じで石のお風呂になってて、とても雰囲気ありますよね。屋根はかかってなくて上が完全に開放されています。虫や木の葉もたくさん入ってきそうですよね。続いて大風呂の女湯です。女湯の着替えスペースはこんな感じになってます。広さはやはり同じような感じですよね。洗面もほぼ同様になってました。レイアウトは少し違うような感じに見えました。こちらが女性の大風呂の内湯です。湯船の大きさは同じような感じで、石造りの湯船で上に木が縁取られていました。男湯と違って外には露天風呂が見えています。お湯は同様のお湯になってました。こちらが女性の大風呂の露天風呂です。こちらも石の湯船で男湯よりだいぶ大きい感じがしますね。雨や雪を避ける傘がありました。屋根はかかってますけれども、めちゃくちゃ開放的です。外は見えないようになってますね。大根の花には無料の貸し切り風呂が4つあり、いずれも開放的で素晴らしい露天風呂になっています。貸し切り風呂は予約は必要なく、宿泊者は空いていればいつでも無料で利用できます。これから一つずつご紹介しますので、ぜひご覧ください。こちらが貸し切り露天風呂朝風。こちらの札を入浴中にして、そして入るということですね。ちょっと行ってみます。脱衣スペースはね、こんな感じになってます。やはりね、貸し切り風呂、家族風呂ということで、脱衣スペースはね、それほど広くはなってませんね。それでこちらが洗面ということになります。そしてシャワールームがしっかりと用意されてまして、こんな感じですね。そしてお風呂はこんな感じになっています。これどうでしょうかね。なかなか素晴らしいですよね。もう本当に自然の中にあるお風呂という感じですよね。今はね、冬なので木は全体に枯れてはいますけれども、木がね生い茂ってる時期であれば、もう本当に露天風呂と森林浴が両方楽しめると、そんな感じのお風呂になってますね。そしてこちらから源泉が流れてまして、源泉はねかなり熱いので、加水はされてますけれども、基本的にはかけ流しということになってます。それでは続いて星の林という貸し切り風呂行ってみます。こちらが星の林の脱衣スペースということになります。やはりね同じような感じのね脱衣スペースになってますね。洗面もねシンプルな感じの洗面になっています。あとね面白いのはこういったかぶれる帽子といいますか、傘が用意されてるんですね。これやっぱり露天風呂なので、雨とか雪が降っても大丈夫なようにこういうのが用意されてるということだと思いますけども、洗い場はやっぱり一つ分ね用意されてますね。こちらのお風呂はね先ほどのお風呂と違って周りがこんな感じで木でしっかりと囲われてるという感じのお風呂になってますね。ただやはりね上は完全に開放されていて、十分に露天風呂という感じですよね。そしてお風呂なかなか素晴らしいですよね。石でできたお風呂になってまして、大人2人とか3人ぐらいまではね
入れそうな感じのお風呂になってますけれども、こちらにはね枕のような木が置かれてますね。残り2つの貸し切り風呂、通り雨と雪待ちはメインの通路から外れた通路を通っていきます。まさに原生林と川沿いにある露天風呂となっていますので、ぜひご覧ください。この奥がね通り雨という貸し切り風呂なんですけれども、これ面白いのはね、入浴時には竹竿を閉めてくださいということで、こちらにあるねこの竹竿をこれをこんな感じで閉めるわけですね。原生林の中をさらに進みます。すごいですよね。冬なので周囲がよく見えますけれども、夏はどんな感じなのか想像がつきません。そしてこちらが貸し切り風呂の通り雨というお風呂になります。なんとねこちら脱衣スペースも外にあるんですね。屋根はねかかってますけれども、こんな感じの脱衣スペースですね。ちょっと冬はなかなか寒いのかなという感じはしますよね。やっぱこんな感じの傘は置いてありますね。川がねすぐ下に流れていて、川の音を聞きながらまさに自然の中のお風呂という感じの素晴らしいお風呂になってます。こちら湯船はね、石と、上の方はね木で縁取られてまして、大きさ的にはね結構小さめで、大人1人と子供1人とか大人2人、それぐらいまでのね大きさの湯船にはなってますけれども、なんといってもやっぱりねこちらの森林浴といいますかね、もう本当に周りは完全に大自然なんですよね。これはなかなかここまでのお風呂はないのかなという感じがします。冬はちょっと寒いのとね、あとはやっぱ木がね葉っぱが枯れてますから、ちょっとそういった意味ではねどちらかというと冬じゃない方がいいのかもしれません、こちらのお風呂はね。それにしても本当この雰囲気最高ですね。露天風呂の中の露天風呂といった感じの雰囲気のお風呂になってます。はい、それでは露天風呂通り雨入ってみたいと思います。いやーこれは素晴らしいですね。ちょっと冬なので着替えもね外でということで、入るまではちょっとね心配ではあったんですけども、入ってみればねこれですよ。もうほんと森林浴というか森羅万象、非常に神秘的な雰囲気の素晴らしいお風呂になってます。そしてねあちら側には川が流れてるんですよね。で川の音も聞こえるという感じで、ちょっとあまりないぐらいの素晴らしい温泉ですよね。こちらからね源泉が流れてて、源泉はちょっと熱くてね触れないぐらいなんですけども、加水は一応されてるということですが、基本的には源泉かけ流し、ほぼ 100% に近いかけ流しということになってます。今ちょっとね木々の葉っぱがありませんので若干寂しい雰囲気にはなってますけども、それでもね川の音を聞きながらこれだけの森林浴ができるというのはちょっと素晴らしいかなと思いますね。こちらの大根の花ね、4つの貸し切り風呂どれも無料ですけれども、どのお風呂もこんな感じで自然を感じられるような本当に素晴らしいお風呂になってますよね。はい、こちらが雪待という貸し切り風呂になりますね。こちらもね入浴時には竹竿を閉めてくださいということで、
こちらの竹竿をね、こんな感じで締めてお風呂に向かいます。こちらが貸切風呂の雪待というお風呂になります。こちらのお風呂がおそらく川が一番近い感じに感じますね。非常にいい感じの雰囲気になってます。そして特徴といいますかね、脱衣スペースも外にあるということで、屋根はかかってはいますけれども開放された脱衣スペースということになってます。お風呂に関してはやはり非常にいい雰囲気になってますよね。大きさ的にはね、大人2人ぐらいのちょっと狭めのね石の湯船にはなってますけれども、それでもね、ここからこんな感じで川の景色と、そして上の方にはこんな感じで木が見えるというのは、これはなかなか素晴らしいのかなというふうに思いますね。母屋のいろりで時間限定で玉こんにゃくの煮物が振る舞われていました。もちろんオールインクルーシブサービスで無料です。こちらが作りたての玉こんにゃくです。熱々で美味しかったですよ。はい、では今から夕食を食べに行ってきます。夕食は母屋のダイニングこの字で17時半から18時半のフリータイム制になってました。木のぬくもりを感じられるレストランとなっています。カウンターには料理長特製の果実酒、実際にいただくことができます。それぞれ仕込みと飲み頃の時期が書いてありました。こちらはワインセラー。食事会場は半個室のようになっており、お部屋の数と同じ18部屋あるそうです。こちらがメニューの嬉しい里山料理。メインは仙台牛サーロインステーキのように見えますが、他にも和と洋の素晴らしい料理が目白押しでしたので、ぜひご覧ください。ドリンクメニューです。オールインクルーシブなので飲み放題のような形にはなりますが、とにかくメニューが豊富でいろいろ飲んでみたくなります。一部有料のドリンクも用意されていました。最初に出てきたのはメジマグロの出汁に自家製の大根を入れたスープ。こちらは伊勢エビと香味野菜のサラダ。蔵王産のハーブと仙台曲がりネギを使用したドレッシングがかけられています。こちらが伊勢エビと香味野菜のサラダ。この中に伊勢エビがね入ってるみたいです。確かにこんな感じですね。伊勢エビの身が見えますね。すごい贅沢なサラダ。このソースもね、やっぱネギ使ってるということでさっぱりした感じのソースになってますね。こちらがお吸い物、タイの牛おじ立て。こちらがタイですね。タイの出汁にね、セリとか生姜の匂いが混じってとってもいい感じの出汁になってます。
こちらが大根の花名物料理ということで、牛ほほ肉と根菜の吟醸シチュー、吟醸酒の酒粕を使ってるということですね。なるほど、酒粕の味がします。こちらが牛ほほ肉ということで、すごい柔らかく煮込んでます。こちらはネギですかね。こちらは人参と、これは玉ねぎですね。フグの白子入りの茶碗蒸し、こちらがフグの白子ですね。とろっとろ、どっちもとろっとろです。これはすごいですね。タラバガニのウニ焼きということで、皿に乗り切れないぐらい大きいタラバガニ、その上にウニを乗っけて焼いてるんですよね。食べ方が心配ですけども、カニとウニをね一緒にいただいてみます。これはすごい味だ。カニの味とねウニの味が両方味わえる、すごい幸せな食事です。こちらはね自家製のからすみ、こちらがお口直し冬人参のシャーベット、こちらが仙台牛のサーロインステーキ、仙台味噌を細かくした塩と塩釜の藻塩ということですね。まずはこちら仙台味噌のね塩でいただきます。これは柔らかいですね。こちらがほうれん草ですね。ご飯は蔵王産の一目惚れ、伊勢海老のあら汁、これはちょっと初めてですね。あとは自家製の浅漬け、これが自家製の浅漬け、こちらは伊勢海老、伊勢海老のいい出汁が出てます。ほんとこれ美味しい。夜食ということで笹団子いただきました。ちょっと一つ開けてみますね。これは手作りっぽいですね。笹にね団子を包んでるんですよね。こんな感じです。これも美味しそうですね。中にあんこがね入ってますね。デザートは母屋のデザートコーナーでいただきます。リンゴのクラフティー、ココアのムース、ゼリーとフルーツからお好みで選ぶことができます。すべてが贅沢な食材で大満足の夕食でした。夜のお部屋のテラスです。こんな感じでねライトアップされてるんですよね。
こちらがお部屋からの朝の景色です。ちょっとね霜が降りたりしてますけれども、朝日が昇ってなかなかいい感じの景色になってますよね。もう本当に自然の中の一軒家みたいな、そんな感じの雰囲気ですよね。普段はなかなか味わえないこんな感じの非日常的なね雰囲気を味わえるというのは、やはりこういった温泉宿のいいところかなというふうに思いますね。個人的にはこういう雰囲気かなり好きですね。小鳥サロンに可愛い訪問者が来ていました。小鳥サロンの外に設置されている餌の台には、朝になるとニホンリスがやってきます。7時から8時ぐらいの朝食の前の時間にほぼ毎日見ることができるそうです。いつまでも見てられるような、とても癒されるリスの食事風景でした。今回は2匹のリスと小鳥も来ていました。お楽しみの朝食です。朝食も夕食と同じくダイニングレストランこの字でした。時間は8時半から9時15分のフリータイムとなっていました。ドリンクやサラダ、スープはハーフバイキングで好みでいただくことができます。人参とオレンジの搾りたてジュースをお願いしました。サラダとフルーツもお好みでチョイスできます。人参とオレンジのねフレッシュジュースということで、味がねかなり人参の味が抑えられてて、とっても飲みやすいめっちゃうまいジュースですね。こちらがスープ、レタスとキャベツですけどね、すごいシャキシャキです。こちらが朝食ですね。すごい豪華ですよね。こちらが大根とニシンの煮物、それから豆腐、あんかけになってますね。あとはね小鉢でホタテと佃煮と牛肉と、それからヨーグルト、味噌汁はしじみの味噌汁、料理長が手作りをしただし巻き卵、ほうれん草入りということですね。こちら赤身魚ですけれども、こちらには仙台名物の笹かまが乗ってます。それからご飯のお供に鰹節ということですね。こちらは大根の煮物、味が染みてて美味しいです。こちらニシンですね。骨まで食べれますね。こちらはしじみの味噌汁と、結構大きめのねしじみ貝が入ってます。豆腐ですね、上にあんかけ、こちらがだし巻き卵、吉地ですね。薄味でとても美味しい。小鉢みたいになってるね。ホタテ、
これちょっと珍しいですよね。鰹節。こちらはヨーグルト。朝からこだわりのあるとても贅沢な食事をいただきました。食後、森のコーヒータイムということで、ハンドドリップで入れてくれたコーヒーをいただくことができます。目の前で豆からコーヒーをひいてくれます。チェックアウトが11時ですので、朝食の後ゆっくりと貸し切り風呂やお部屋のお風呂に入ることもできますね。チェックアウトです。温泉山荘大根の花いかがでしたか？オールインクルーシブのシステム、離れのお部屋、自然の中のお風呂、贅沢な食事、とても満足度の高い宿泊でした。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、ぜひチャンネル登録の上引き続きご覧ください。